ごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦況解説です。ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカへ行き、国連で演説、支援の訴えかけを行いました。ウクライナに対する軍事支援は、アメリカが抜きん出ており、そのアメリカにおいて共和党を中心として、ウクライナへの支援はもうこれぐらいでいいんじゃないかといった声が出ています。そうした動きもありますから、ゼレンスキー大統領としては、アメリカに対する外交が非常に重要性が増している状況です。一方で、ウクライナの戦場においては、軍事支援は無駄ではないといったことを証明するかのように、ウクライナ軍が猛烈にクリミア半島に対する攻撃を行い、ロシア軍の戦力を削っています。また、地上戦においても、じわりと前進を果たし、ロシア軍が築いた防衛ライン、ストロビキンラインを超えたという動画が公開されてもいます。今回の動画ではそうした全体の状況をつかめるように、外交についての話と戦況についての話、2つの話を解説していこうと思います。まずは全体図。戦況解説に用いる地図は戦争研究所の発表しているものを引用させてもらっています。ウクライナの戦場は東部戦線、南部戦線、1000キロにもわたっていますから、これを説明するのに都合が良いように番号を振っています。ウクライナ軍の波状攻撃がかなり目立っているクリミア半島の情勢からまずは見ておきましょう。クリミア半島に対する攻撃の第1弾はまずは防空網に穴を開けることでした。ロシア軍の対空兵器 S400 が配置されている場所を中心としていくつもの攻撃を行い、実際に S400 を撃破することに成功。防空網に穴を開けることに成功しました。そうした状況下で行われたのがセバストポリにいるロシア黒海艦隊に対する攻撃、潜水艦と揚陸艦を撃破することに成功。そして今回取り上げるのは、次なる攻撃として、ウクライナ軍がロシア軍の空軍力、戦闘機に対する攻撃を行いました。それが1番、2番です。ただし、こちらの攻撃うまくいったかどうか確認できる情報はまだ上がってきています。クリミア半島中ほどにあるサキ軍用飛行場においては、戦闘機は10機程度あったのではないかと言われていますが、これに対してどれだけ損害を与えられたのかがわからないのです。ウクライナ側も今回は情報が確認取れていないのか、はっきりと何機撃破したといったような話などもしていないため、少し続報を待つ必要があります。それ以外は、黒海艦隊の司令部に対する攻撃が実施されました。こちらは多くの住民たちが撮影していることから映像もふんだんに公開されています。黒海艦隊司令部に対する攻撃では、イギリスから供与された巡航ミサイルストームシャドウが用いられたようです。なお、ロシア軍はこうしたウクライナ軍の攻撃に際しては、ほとんどのミサイルやドローンを撃ち落とした。しかし一部が撃ち漏らして攻撃が届いてしまったみたいなことを言うのですが、実際にはほとんど撃墜できていないのではないかと言われています。というのも、ウクライナに供与されている巡航ミサイル、別に潤沢に渡されているわけではなく、数少ないものを有効的に使っていると考えられるからです。ウクライナ軍の攻撃の特徴は、軍事施設を執拗に狙い続けることです。ロシア軍の場合だと、市街地などを狙う攻撃を行って、人々の心をくじこうとする、そのような作戦を用いるのですが、実際戦場における駆け引きが重要ですから、ウクライナ軍としては軍事施設を狙い続けるというのは、非常に理にかなった行動です。こうした攻撃を繰り返すことによって、特に黒海艦隊がセバストポリに留まり続けることの危険性というものがどんどんとロシア側で認知されれば、艦隊がクリミア半島から離れる日もそう遠くはないでしょう。それでは全体図に戻って詳しく見るところとしては、1番のクピャンスクと4番の南部戦線2つをクローズアップしましょう。東部戦線の動きを取り上げるのは、ロシア軍が進軍したからでもなければ、ウクライナ軍が領土を奪還したからでもありません。この地域におけるウクライナ軍は基本的には守りの姿勢を貫いています。というのも、現在の戦略目標は東部戦線にはなく南部戦線だからです。あくまでもウクライナ軍は守りを固めてロシア軍を受け止めるという場所です。一方でロシア軍としては本国からほど近く補給も受けやすい場所なので、ここからウクライナ軍に奪還されたイジュームやリマンといったものを再占領し、ドンバス地方を制圧したいと目論んでいます。しかし、ここ最近は攻撃の頻度そのものも減少していると言われています。結局のところ、ロシア軍は攻め疲れを起こして戦える部隊や兵士といったものを損耗し、攻勢の規模感がどんどんと縮小しているようなのです。そのため戦争研究所では激しい戦闘の起こっている、そうした印を今はつけなくなりました。続いて南部戦線オレホボ戦役。こちらにおいては
ウクライナ軍がロボティネを制圧した以後、東西に進軍し、ロシア軍の塹壕陣地を少しずつ削り取っています。そうした攻撃が続く中で、ウクライナ軍が一部、スロビキンラインと呼ばれる重厚な守備陣地を突破したという映像が公開されるようになりました。これは、ウクライナ軍の度重なる攻撃により、ロシア軍の支援体制がどんどんと弱くなっているために、頑強に固めた守備陣地であっても、これを維持することが困難になりつつあることを示しています。ただし、今のところ、スロビキンラインを突破したのは一部だけに限られていることから、この後ロシア軍が押し戻してなんとか戦線を維持しようとするでしょう。そのため、全体として大きく突破するかどうかは、まだわかりません。ウクライナ軍としては、一気呵成に攻勢に出るというよりは、今は本当に着実に前進することを重要視しています。それというのも、季節が秋冬へと進んでいく中においても、ウクライナ軍は継続してこの地域における攻勢を仕掛け続けるだろうと言われています。冬が近づいてくれば、雨や雪によって地面がぬくるみ、本格的な攻勢は難しくなるだろうと言われています。しかし一方において南部戦線、この地域においては、天候と土壌、その2つの要素が絡み合うことによって、東部戦線に比べると南部戦線の方では、秋攻勢、冬攻勢といったことも可能だろうというのが、ウクライナ側の見立てのようなのです。ウクライナ軍としては、じわじわと前進を果たすことによって、トクマク攻略、そしてその先にあるメリトポリやマリウポリといったアゾフ海に向けての進軍を継続的に目指すのでしょう。今のところロシア軍はそうしたウクライナ軍の動きを完全に押し戻すことはできず、あくまでも進軍を緩める、停滞させるといったことが精一杯のようです。それでは戦況を離れて外交についての話をしましょう。ゼレンスキー大統領がアメリカに行き、支援を訴えました。これに合わせる形でアメリカも追加の軍事支援を発表しました。しかし、残念ながら今回もまた長射程ミサイル、エイタクムスミサイルについては、支援リストに入りませんでした。一方において、クラスター弾については引き続き供与されることが、今回の支援リスト入りで明らかになっています。アメリカとしては、今後クラスター弾は使わずに廃棄する予定ということもあって、現在アメリカ軍が保有しているクラスター弾を全部ウクライナに引き渡す可能性もあります。一説では300万発のクラスター弾が倉庫で眠っているとされています。ウクライナ軍の砲兵隊は戦いが続くことによって、ベテラン兵もどんどんと増えていますから、自走砲にクラスター弾を搭載して、ロシア軍に対する優勢な砲撃戦を行えるようになったという風な評価が高まっています。引き続きアメリカ軍によるクラスター弾の供与は、戦場におけるウクライナ軍の火力支援をバックアップすることでしょう。あとはアメリカの支援がどこまで続くかについては、この後の大統領選挙によって、共和党が次の大統領を取るかどうかにかかっています。現在のところ共和党の側としてはウクライナ支援をもうやめてしまってロシアに勝たせてしまおうという話をしている展開ですから、この後国際政治がどう動くかは選挙が鍵を握っていると言えます。そして支援といえばここ最近大きな話題になったのが、ポーランドがウクライナに対する軍事支援を行わないのではないかといった話が出ました。これについては話が2点3点しています。まず首相がウクライナに対する軍事支援をもうやめてしまおうというような話をして、その後大統領がいやいやそれはあくまでも最新兵器を渡すのはやめようというだけであって、全ての軍事支援を止めるというような話は間違っているという話をしました。現在のところポーランドは保有していた旧ソ連系の兵器についてはウクライナへと譲渡し、一方においてアメリカや韓国から購入した兵器をどんどんと導入を進めているところです。発注から納入までには時間がかかりますから、実戦配備が進むごとに古い兵器はウクライナへ渡すというわけです。新しい兵器へとどんどんと更新していく中において、そうした新しい兵器についてはウクライナには渡さないよというわけです。なお、ポーランドは軍事費としては GDP 比 4% を目指してかなりのお金を積んでいますから、装備を刷新し、ヨーロッパにおいては随一とも呼べるような陸軍戦力を整えようとしています。それだけロシアにの脅威を非常に感じている国ではあるのですが、同時にウクライナからの多くの難民を受け入れている関係で負担も非常に重くのしかかっているのも事実なのです。そしてウクライナ側から穀物が大量に入ってきてしまい、それがヨーロッパ市場におけるポーランドの穀物についても安値で引きずり下ろされてしまうといったことから、ウクライナとの間においてどうしても政治的な駆け引き、特に
選挙の時には自国民の農家に対してウクライナの農産物が大量に入ってくるんだけれども、これをある程度抑えてポーランドの農家たちも守りますよということを政治姿勢として示す必要があります。ですから選挙が終わればこうした話についてもある程度収まってくるかなとは思いますが、同時に黒海からの大量の穀物輸出といった道が再開されなければ、穀物をめぐるポーランドとウクライナとの間における問題はまだまだ尾を引きそうです。それだけに選挙解説の中で取り上げたクリミア半島に対する攻撃を頻繁に行って、黒海艦隊がクリミア半島を離れて黒海の東の隅にでも引っ込んでいるということが貿易路再開の重要な展開かもしれません。というわけで今回の動画はここまで。戦況解説としては、ウクライナ軍は地上戦でロシア軍の強固に固められた守備陣地をようやく一部突き抜けることができました。ロシア軍はそうした部隊に対する集中攻撃を行ってこれをなんとか押し戻そうとするでしょうから、そこからさらにウクライナ軍が前進できるのか、それとも押し戻されてしまうかについて注視していく必要があります。一方においてクリミア半島に対するウクライナ軍の攻撃は波状攻撃とも呼ばれるような連日連夜ロシア軍の拠点攻撃を成功させており、ロシア軍をどれだけ締め上げられるかは今後の黒海における輸送路再開にも大きな影響を与えることでしょう。というわけで戦況解説や外交についての話はここまで。ちょっと動画の話題としては変わるのですが、ここからは余談です。以前私は引っ越ししますよ、大阪に住みますよという話をしたのですが、実際に引っ越しする日が来週となりました。物件を探して契約して、そして引っ越しするまでの間にはちょっと時間が空いたのですが、これには訳があって、光ファイバーの工事というものをどうしても終わってから入居しようと考えていました。そのために家賃は払っているんだけども、入居していない時期というのが発生したのです。そしてここからは今住んでいるところから引っ越しをするための荷造り、そして引っ越ししたらしたで今度は荷ほどき、ちょっと私事ではありますが、なかなか動画を作るのに時間を割けなくなるかもしれません。ちょっと音信不通だなと思っても別にいなくなるわけではありませんので、ご心配なく。というわけで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が役に立ったなという方は SNS 等での拡散やスーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。